こんにちは。クレヨンです。群馬の旅初日、時間は16時近く、日もだいぶ傾いてきました。現在向かっているのは榛名山麓にある梶賀橋。伊香保温泉の最奥にあるこちらの橋が、10月28日から11月16日の期間、ライトアップされているので、そちらを見に行きます。正面の赤い橋が梶賀橋ですね。色づいているもみじはまだ少なく、まだ緑の葉の方が目立っている感じでした。ライトアップが始まるまでもう少し間があるので、時間まで付近を散歩します。ほど近くにある石段を登っていくと、目の前に石像が現れました。石湾不動尊と呼ばれるこちらの石像、片腕を失ってまで伊香保の源泉を守ったと伝わる、温泉街を静かに見守るお不動様です。奥の木板に由来の詳細が書いてありました。続いて、温泉飲泉所に到着。温泉が大量に流れています。こちらで飲める温泉、実は日本一まずいと言われているらしく、実際に飲んでみましたが、確かに美味しくない。口の中を噛んで血が出た時のような、鉄分たっぷりって感じの味がします。隣にお口直しの水が出ている意味がよくわかりました。皆さんもぜひ試してみてください。一番奥まで歩いてくると露天風呂がありました。中学生以上600円、小学生以下300円で日中のみの営業ですね。露天風呂の正面には胸像と大きめの透明なドームのようなものがあります。こちらの建物の下に源泉の噴出口があるようですね。もっと勢いよく噴き出しているのを想像していましたが、じんわりと湧き出している感じでした。触ってみるとじんわりと熱が伝わってきました。隣にあった胸像はベルツ博士という方らしい。日本温泉医学の父であり、伊香保温泉の大恩人と言われている方のようです。そろそろライトアップが始まっている時間なので、梶賀橋に戻ってみます。明かりに照らされてますね。遠目に見ても艶やかです。近づくとさらに素敵さが増します。実はこちらの梶賀橋は、千と千尋の神隠しに出てくる赤い橋のモデルになってるらしいと噂されている橋。
公式にアナウンスされているわけではないので、あくまで噂の話ですが、色鮮やかな朱色の太鼓橋は、確かにあの橋を連想させます。下に流れる水も湧き出た温泉でしょうか。先ほどの飲泉所みたいに、付近を赤茶色に染めている様子が、上からでもよくわかります。緑の中に映える朱色の梶川橋も綺麗ですが、今度は紅葉真っ盛りの時の景色も楽しみに来たいですね。風紀の湯という温泉に来ました。2時間500円なのでお値段もお手頃。一度に入る人数に制限ありの珍しい温泉だったおかげで、ゆったりと茶褐色の湯船に浸かれました。その後は群馬県発祥のご当地スーパー、鳥泉に立ち寄って買い物。夕食と翌日のキャンプ食材を調達したら、車中泊するポイントへ移動です。この日の夕食はお惣菜コーナーにあった大好きなお値引きシールが貼られた品々。いただきます。お手頃価格で買えた2つの上州グルメで夕食を楽しんでいきます。とりあえずまずは太田焼きそばからいただきます。全体が真っ黒でインパクトがすごいですが、しょっぱくなく甘みもあって良い感じです。角張った太い麺もムチっとして食べ応え満点でした。続いて鶏飯重に行きます。たっぷりとかかっているトロトロの甘辛だれがご飯と鶏肉に合わないはずもなく、見た目通りの美味しさ。薄切りの鶏肉もしっとりジューシー。ご飯の上にまんべんなく敷き詰められているので、最後までご飯と一緒に楽しめました。お腹も空いていたので、あっという間に完食です。お手軽に群馬グルメを楽しんだ夕食になりました。一晩お世話になった道の駅こもちは、風紀の湯からほど近いところにある道の駅。お店のオープンに合わせて朝食を買いに向かいます。フードコートは11時から。群馬産豚のカツ丼が売りのようです。物産館は中規模の道の駅といった感じ。朝市だったので、野菜やお惣菜もそこそこ種類豊富に並んでいました。もちろんこんにゃくは足したよう。うどん、そばがパック売りされてるってことは、この辺りの製麺所で作られたものですね。
こちらは高崎パスタの有名店、シャンゴのパスタソースですね。シャンゴも行ってみたいお店の一つです。朝食としてチョイスしたのはこちら。山椒とくるみのおにぎりと、そばいなりに決定。ついでに小腹が空いた時用にちょうど良さそうな手作り菓子まんじゅうの粒あんと味噌をカゴにインして。買い物完了です。いそいそと車内に戻って朝食の準備。家から持ってきたインスタント味噌汁も並べて。いただきます。どちらも美味しそうです。特に初めて見た山椒とくるみのおにぎりが楽しみ。まずは山椒とくるみのおにぎりから。開けた途端に爽やかな山椒の香りがふわっと漂います。口に入れた瞬間広がる山椒の風味、その後噛んで感じるくるみのコリコリ食感、ピリッと痺れる辛さとほんのり甘いくるみ、そしてそれを包むお米の優しさがちょっと癖になる大人のおにぎりって感じです。これはまた見かけたらリピ買いしそうです。続いてそばいなりを。甘じょっぱいお揚げにお蕎麦がぴったりで、上にかかった唐辛子が良いアクセント。ご飯のいなり寿司より軽く食べられるのも良いですね。どちらも朝にぴったりの道の駅ご飯。こんな出会いも道の駅の楽しみ方の一つですね。美味しい朝食を食べられて大満足したら。ごちそうさまでした。今日は榛名湖畔でもみじ狩りがメインの予定ですが、その前にキャンプで使うメイン食材を手に入れに行きます。雲はあるけど、青空が広がっていて良い景色に出会えそう。今日これから行く先の景色や食べ物に思いを馳せながら、まず最初の目的地へ向かいます。美味しいもつ煮の有名店、長い食堂に来ました。店内でも食べられますが、今日はテイクアウトのもつ煮を購入します。流れるような手際の良さで、商品を受け取り榛名湖へ向かいます。榛名湖畔でのもみじ狩りのため、これから向かうのは県立榛名公園。そこの駐車場に車を止めて、榛名湖畔を散策したいと思います。長い食堂から1時間ほどで到着。湖畔をのんびり散歩しながら、秋の景色を楽しんでいきます。湖ではボートや釣りを楽しむことができるみたいです。ボートでのんびり湖を漂うのも楽しそうですね。湖沿いには一部木道が設置されていて、
その上を歩くことができるようになっています。先に進むと、木道の両サイドに植物の茂っているところがありました。足でしょうか。進むほど背丈が高くなっていきます。こういう道を歩くと、子供の頃の探検ごっこを思い出して何かワクワクしませんか。こちらは榛名富士。頂上までロープウェイがあり、頂上からの絶景を気軽に見ることができそう。料金は往復で大人1200円、子供600円とのことでした。今回散策したのは駐車場付近だけでしたが、ゆっくりと辺りを見回すと美しい景色がたくさん。紅葉を中心に心に留まった景色を映像に収めながら、榛名湖の秋の風景を楽しみました。締めくくりは空の散歩。上空からの眺めを堪能しながら、榛名湖で感じる秋の時間にそっと幕を下ろしました。